皆さんこんにちは、ゆりこです。今日も私のポッドキャストのチャンネルを見てくれて本当にありがとうございます。このポッドキャストのチャンネルでは日本での暮らしや恋愛、文化の違いについてちょっとゆるっとでもリアルにお話ししています。さて、今回のテーマは外国人男性が日本人女性とデートするときに気をつけるべきことです。実は国際恋愛って憧れる人も多いけど、文化の違いでちょっとしたズレが起きることもよくあるんです。今回は実際にあった話やよく聞くパターンを交えながら気をつけるべきポイントを5つにまとめてお話ししていきます。まずは大前提としてデートという言葉の意味が日本と海外では少し違うってことを理解しておくとすごくスムーズです。例えばアメリカやヨーロッパでは、食事に 2,3 回行っただけでは、彼氏彼女ってわけじゃないと思うんですけど、日本では一般的にね、食事に3回くらい行ったらそこで告白されたりするし、もしくはねその3回目のデートに行かないっていう選択もねあるかなって思うんですけど、割と付き合うイコールデートが始まるっていう風なレベル感というか、日本では付き合うイコールデートが始まるっていうこの結構海外のレベルとちょっとねデートの表現のあれが違うんじゃないかなって思うことはあります。なので、私自身も、フォロワーさんとかに時々その DM とかで、デートに誘いたいとかデートしたいですかって言われるんですけど、私はちょっとねデートは、受け付けていませんツアーはするけどデートというかその異性として、誰かと付き合うっていうのは、残念ながら、募集していませんごめんなさい。はい、ちょっとね話がそれちゃったんだけど、ただそのデートっていうと結構ねその海外のデートの意味とやっぱ日本のデートの意味ってちょっとね重みが違うのかなって思うので、カジュアルにその女性とね会いたい時には、最初にまずはね知り合いとして仲良くなりたいっていうのを伝えておいた方がいいかもしれませんね。そして実際に気をつけるべき5つのことに移りたいんですが、まず1つ目、連絡頻度と返信のタイミングです。日本人女性の多くはまめなね連絡がまめに連絡してくれるから相手は自分のことが好きなのかなって思ったりとか、相手はそんな人と遊んでないで誠実な人なのかなっていうのを判断することもあります。なので例えば既読スルーだったりとか未読スルーがね続くと、あれ嫌われたかなとか、あんまり私に興味ないのかなって、思ったりします。なので忙しくて返信できない時は後で返すねとね一言だけでも伝えておくと安心されます。あとは結構、LINE とかだと相手に文章の量を合わせたりするかな。これって海外も同じなのかわからないけど、少なくとも日本では好きな相手がね例えば3行ぐらいで返信してきたら自分も月3行ぐらいで返して、その後向こうが2行ぐらいだったら自分も2行ぐらいで返してとか、あと絵文字とかね話し方っていうのも結構相手にね合わせて送ったりします。なのでそこがねバラバラっていうか、ある時はめちゃくちゃ長文なのにある時も本当に一言だけで返ってきたりとかすると、もしかしたら日本人女性はこの人は私にあんまり気がないのかなって思ったりもするかもしれません。ちょっとね海外のそのメッセージ文化がそこまでよくわからないので、これは違うのかどうかわからないんだけど、ただねそのメールの分量だったりとか、喋り方とか絵文字の使い方とかも結構相手に合わせてあげた方がいいかもしれません。その2、おごり割り勘問題です。日本では最初のデートは、男性がおごるべきっていう風なことはねよく聞きます。実際ね人によるかなって思うんですけど、ただ、日本では最初は男性が出すっていうことが美徳とされやすい文化があります。ただこれも本当に国によって違うのかなって思っていて、前にね海外から来たフォロワーさんをツアーした時に
その方がね、外国人の女性と付き合ってた時に、トイレに行ってる間にお会計をしたら、すごいその女性が怒っちゃって、なんで勝手に払うんだっていうふうにすごい怒られたことがあるっていうふうに言ってて、あ、そういう人もいるんだっていうのをすごい知ってびっくりしたんですけど、日本だとあんまりおごって怒る人は誰もいないかなって思います。そう、みんな多分感謝してくれるのかな。で、まあ最近はね、割り勘派の女性も増えているので、相手の様子を見つつ無理におごろうとしすぎないのも優しさかなって思います。やっぱり高いものをご馳走してもらったらでも申し訳ないなって私は結構思っちゃうから、レストランとか店のチョイスはそんなに高すぎない方がもしかしたらいいかもしれませんね。あんまり高いものをご馳走してもらったらちょっとね、本当に申し訳ないなって思っちゃうからね。もうでもこのおごられ論争は結構日本ではよくね、ホットなトピックになっていて、すごく面白いので、いつか皆さんに別のね、動画でもっと詳しくお話ししたいなって思います。3つ目がスキンシップのタイミングです。ここは結構大事かもしれませんね。海外ではハグやね、手をつなぐのが自然でも、日本では早すぎると軽い人に見られるっていうこともあります。この人いろんなね、女性と遊んでいるのかなとか、最初から体目的なのかなっていうふうに思われちゃったりもするので、ちょっとね、そこのタイミングは難しいかなって思います。あとはまだね、そんなに、関係が浅いのに、体とか触られたらちょっとそれだけでびっくりしちゃう人もいるので、ちょっとね、そこは、スキンシップに関しては慎重にした方がいいかもしれません。特に、最初の数回は相手のパーソナルスペースを尊重することがとても大切かなって思います。4つ目に、言葉遣いなんですけど、日本語が話せる方なら丁寧な言葉遣いは好印象です。ただフランクなタメ口で話した方が、距離をね、縮めやすかったりもするのかなって思います。皆さんが英語を喋る時の注意点としては、なるべくゆっくり話してあげた方がいいのかなって思います。特になんていうのかな、気持ちが高まって自分の意見を言いたい時って割とね、早口になっちゃったりすると思うんですね。例えば日本語でやるとしたら、いや私はこういうふうに思って、こういうふうにっていう感じですごく言葉が早くなったりとか聞こえづらかったりしちゃうと思うんだけど、そういう時にゆっくり話してあげた方が日本人女性は聞き取りやすいし、不安にならないというか、そもそもこれはね、次のやつにも共通するんですけど、あんまり日本って議論する文化っていうのがそこまで多くないのかなって思うので、ちょっとね、強い口調とか早い口調で相手の意見を言われた時に、割と慣れてない人だったら動揺しちゃったりもするのかなって思うので、その喋り方はちょっと気をつけた方がいいかもしれません。私も実際例えばフォロワーさんと結構表面的な話じゃなくてもうちょっと深いところの話とかするときに、やっぱり早く話されるとちょっとね、理解できない時があって、そういう時何度も私はもう一回言ってくださいっていう風に聞き返すんだけど、昔は多分昔の自分だったら聞き返せなかったかなと思っています。だからゆっくり話してあげるっていうのも一つ優しさかなって思います。そして5番目ははっきり言い過ぎないっていうところですね。日本人はやっぱり言葉で伝えるというよりかは相手の気持ちを察するとかっていう文化が強いかなって思います。海外だったらはっきりと意見を伝えた方がいいっていう文化があると思うんだけど、日本だったらあんまりはっきり言い過ぎない方が、あんまり慣れてないからね。例えば皆さんは言わないと思うんだけど、あなたのその服ちょっと変だねっていう、海外での冗談でも日本人だとちょっと結構傷ついちゃう人もいるかもしれません。だから冗談もね、すごく難しいんですけど、相手が本当に
そういうの冗談言うのが好きな人だったら全然大丈夫だと思うんだけど、海外の冗談って結構割とブラックな冗談も多いと思うから、レベルによるんだけど、日本だと結構自虐ネタって言って、自分をねちょっと下げるような、冗談とかはよく言うんだけど、相手を下げるような冗談でちょっときついようなものはやっぱり自分たちの文化としてないから、時々びっくりしちゃったりもします。なのでそこのねバランスはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。相手がね必要以上に傷ついちゃうかもしれないので、その冗談を言うときは特に相手を必要以上に下げちゃうケースに関しては少し注意が必要かもしれません。例えば意見を言いたいときも、こっちの方が似合うかもっていう風にやんわりね伝えた方がいいかもしれません。ちょっとここで体験談なんですけど、ある外国人のフォロワーさんが日本人女性と初めてデートした時に、レストランで、その方がお支払いしたら、女性の方がね、相手の女性の方が、次は私が出すねっていう風に言ったそうです。で、2回目のデートでは女性がカフェ代を出してくれて、すごく嬉しかったって話していました。なのでバランスをね取りたいっていう気持ちを汲み取るのも時には大事かなって思います。難しいと思うんですけど、でも本当に真剣な交際だとしたら一方的にずっと払うっていうよりかは、ちょっと相手がねもし払ってくれるっていうのであれば、カフェ代とかねそんなに大きな負担じゃなかったら相手に払ってもらうっていうのもいいバランス感覚な感じなのかなって思います。逆にスレッズとかで見たあれによると、初デートでねやっぱ手を握ったら、それ以降連絡が来なかったこともあったみたいな話を聞いたことがあるので、ちょっとねそういうスキンシップについてはあんまり早すぎない方がいいかもしれません。はい、ということで今回のまとめです。外国人男性が日本人女性とデートするとき気をつけたいポイントは、1、連絡はまめに、返信が遅れるときは一言フォローが必要。2、おごり文化は相手によって違うけど、一般的に日本人女性は喜ぶかなって思います。3、スキンシップはゆっくりと相手のペースに合わせる。4、日本人女性と話すときはなるべくねゆっくり話してあげる。5番、はっきり言いすぎずやんわり伝える工夫を。特に冗談を言うときには注意が必要っていうところですね。やっぱり一番大切なのはお互いにお互いの文化を押し付けずに相手の文化をリスペクトすることかなって思います。時々コメントで私の文化ではそうではないっていう風にね言われる方もいるんですけど、そこはやっぱり国際恋愛をする上ではお互いにお互いの文化を知ってお互いのねその価値観を尊重することが大事なのかなって思うし、場合によってはね話し合いとかも必要かなって思うんだけど、そもそも日本でずっと生まれ育ってて日本の文化しか知らない人からしたら、それがね当たり前って思ってるから、海外の文化がどんなのかも分かんないかったりもするので、できたら今この動画を見ている皆さんは日本人女性に合わせてあげた方が付き合いやすいのかなって思ったりします。付き合った後でね実際にそれが続くかどうかっていうのはまた別の話なので、お互いに話し合って情報したり、例えばおごるおごられもどっちが今後折半にするなのか、とかっていうのは付き合ってからの話だと思うんですけど、付き合う前は、皆さんが好印象を持ってもらいたかったら今のポイントを気をつけたらいいのかなって思います。ということで今回は外国人男性が日本人女性とデートするときに気をつけるべきことをテーマにお話ししました。皆さんの国際恋愛エピソードもあったらぜひコメントで教えてください。またね取り上げてほしいトピックがあったらぜひコメントお願いします。それではね本日も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。